ごきげんよう、ハルト様。ヒロアキ様にクリスティーナ様、フローラ様をお連れしました。ご機嫌麗しゅう存じます、シャルロット様。どうぞ皆様おかけください。本日はお招きくださりありがとうございます、天川卿。ありがとうございます。またハルト様のお屋敷に来られて嬉しいです。いえ、ご足労いただき恐縮です。ヒロアキ様もようこそお越しくださいました。ああ、ここが今をときめく名誉騎士春と天川様のお屋敷ってわけだ。女に囲まれて城内のお屋敷暮らしとはなんともいいご身分だな。なんかトゲのある言い方ですけど、あくまでも私たちは友人として同居させてもらっているだけですから。はっ、どうだかな。そういうあなたこそ見境なくお似合いしているみたいじゃないですか。あ？そんなことはねえよ。ここ最近はな。あら、そうなんですか。ここしばらくは佐伯卿や村雲氏との付き合いが増えていらっしゃいますね。へえ、ここ最近で何か心境の変化でもあったとか。ねえよ。てかそんな話はどうだっていいだろうが、それより本題に移ったらどうだ、シャルロットの姫さんよ。そうですね。大事な話って言っていたけど、何なのシャルちゃん。実は折り入ってハルト様にお願いがありまして。私に頼みですか？はい、聞いてくださりますか？内容を伺ってみないことには何とも。では打ち明けましょう。実は今度ハルト様を主人公にした劇が開催されることが決まりました。はい、ハルト様を主人公にした劇を開催します。ご冗談を。冗談ではありません。事実をもとに脚本を作ることになったので、こうしてご本人にお話を伺いに参った次第です。それはつまり脚本を作るための取材に協力してほしいというのが私からのお願いです。面白そうじゃない、ハルトくん。いや、そんな一言だと思って。一言というわけではないのですけどね。ハルト様と親しいこの場にいる皆様の出番もあるかもしれませんから。はい、具体的には誰の出番があるんですか？劇の内容はこれまでにあったハルト様のご活躍を描いたものにします。劇にしやすいシチュエーションを選び、その上で登場人物も選定するつもりですから、まずはその時々の出来事を皆様からも伺えればと。誰が出るのかはこれから決まるってことですね。はい。ハルトくんの活躍っていうと、ミハルちゃんが異世界に迷い込んできた時に保護した話や、アマンドでリーゼロッテちゃんやフローラさんを助けた時の話とか。はい。あとは夜会に侵入してきた賊を撃退した時の話や、クリスティーナ様とセリア様をロダニアまで送り届けた時の話などでしょうか。となると私は候補から除外されそうね。あったとしてもメインの登場人物にはならなそう。私もなさそう。ずるいですよ、さつきさん。いやいや、本当は私も出たいのよ。出たいんだけど、出番がなさそうな以上は仕方がないじゃない。ああ、お伝えし忘れましたが、さつき様と手合わせしてハルト様が勝利した時のお話も劇で描く候補にしてあります。それ候補にしちゃう？します。となるとこの場にいるほとんど全員。坂田さんも出番があるんですか？あ？俺は出ねえよ。なんでこの野郎が主人公の話にこの俺がモブとして出なきゃならねえんだ。じゃあなんでここにいるんですか？俺は脚本作成のアドバイザーとして呼ばれたからな。脚本作成のアドバイザー？何ですかそれ？どういう風にすれば作品が面白くなるのか、この俺が第三者として意見してやるってことだ。ありがたく思うといい。全然ありがたくないんですけど。なんか言ったか？別に。ねえみはるちゃん。そもそも脚本を書くのは誰なんでしょう？脚本を書くのは私ですよ。
シャルちゃんが書くの？脚本を書けるの？書けますよ。今までに何冊か小説を書いたこともございますし、それなりの収入も得ていたりします。すごいのね。時間を持て余している王女のたしなみです。いやいや、たしなみだなんて本当にすごい。意外な才能だわ。別に驚くことじゃないだろう。日本でも有名な古典を貴族の女性が書いていたりするからな。当然といえば当然だと少し考えればわかるはずだ。まあ確かに。フローラなんかも時間を持て余しているだろう。小説を書けるんじゃないのか？私は小説を読むのは好きですけど、自分でお話を考えるのは。お姉様なら頭もいいですし、きっと書けると思います。私も書けないわよ。けどセリア先生なら書けるのではないですか？論文はもちろん学術書も何冊か書かれた経験がおありですよね。私も無理ですよ。論文を書くのとお話を書くのとではまた違った能力が必要でしょうし、皆様ならその能力は十分におありだと思うのですけれど。というよりリーゼロッテは密かに書いていたりして。私も書いてませんよ。けどあなたの立花紹介で出版している本もあるでしょ？ございますけど、私は執筆したことはありません。そうなら出すときは教えてね。私が最初の読者になるからその予定がありましたら。少し話がそれましたが、ここまでで何かご質問は終わりですか？よろしいでしょうか。どうぞセリア様。仮にこの中の誰かが脚本の中で登場するとして、実際に劇を演じるのは役者の方と理解してよろしいのでしょうか。そうですね。皆様に演じていただけるのであればとても面白そうではありますが。それは嫌よ。登場人物のモデルになるのは100歩譲っていいとしても、自分が出演するのはダメ。絶対恥ずかしいもの。さつき様がこうおっしゃっているので、皆様に舞台で演じていただくのはやめておきましょう。それを伺って安心しました。他にご質問がおありの方は？はい。どうぞハルト様。そもそもなぜ私を主人公にした劇を行うことが決まったのでしょうか？もちろん面白そうだと思ったからです。なんというか、もう少しオブラートに包めないの、シャルちゃん。まあ半分は冗談なんですが、数々の功績を持つハルト様は時の人ですから。主に貴族のご婦人方からハルト様を主人公にした劇を見たいという要望が上がっているんです。そうなんだ。さすが私のお兄ちゃん。モテているみたいよ、ハルトくん。どう？嬉しい？ノーコメントでお願いします。そんなことより劇を開催しないという選択肢はないのでしょうか？ありません。理由は？面白そうだからです。ですよね。それにここで私が開催せずともいずれ誰かが開催すると思いますよ。こういった演劇は本人の預かり知らぬところで行われるのが普通ですし、興行収入の一部はもちろんモデルとなるハルト様方に還元いたしますので、その点はご安心ください。心配しているのはそこじゃないんですが、承知しました。まあハルトくんがモデルとなる演劇に私たちも登場するかもしれないのはいいんだけどさ、アドバイザーの必要性にはちょっと疑問が。坂田さんはお話を書けるんですか？相変わらず失敬な女だな。その点はご安心ください。実はひろあき様も元の世界にいらっしゃった頃は小説を書いていらっしゃったとかでお声掛けしました。なんだよその目は。いや、日本にいた頃小説を書いていたんですか？まあな、趣味の範囲でだが本になってもおかしくないくらいには世間的な評価を受けていた。日本にいた頃は私も小説を読むのは好きだったんです。もしかして坂田さんは何かの賞に応募されていたんですか？
いや、日本じゃネット小説というのが流行っていてな、小説の投稿サイトに自分が書いた小説を投稿するんだ。で人気が出れば本になる。ネット小説の投稿サイトとは何でしょう、お姉様。さあ、私もよくわからないけど、文脈から判断する限り自分が書いた小説を読んでもらえる場所があるみたいね。まあそんなもんだと思えばいい。でだ、自慢じゃないが、俺が書いた小説のお気に入りの数は25,000を超えていた。つまり25,000の読者が俺の作品を読んでいたんだ。自慢じゃないがな。どう考えても自慢じゃないねえリーゼロッテちゃん。そこなんか言ったか？いいえ、坂田さんの小説が世間的な評価を受けていたことは分かりました。けどそこまで読者が多かったのなら、どんな作品を書いていたのか少し興味があるんですけど。確かに、どんなタイトルの作品を書いていたのか気になりますね。そうか。何を隠そう。ロというタイトルなのですか？いや、さすがにそれはないでしょう。あぶねえ。ロリババアと行く現代グルメツアーなんてタイトル言えるか？なんというタイトルの小説なのですか、ヒロアキ様。ロアナにも教えていないんだ。フローラにも教えるわけにはいかんな。そうなのですか。なら仕方がないですね。ああ、フローラさんショックを受けてる。そんなことはありませんよ。サツキ、てめえ変なことを言うんじゃねえよ。ならせめてジャンルだけでも教えてくださいよ。あ？ジャンルだと？ジャンルはジャンルも言えないんですか？まさかエッチな小説を？エッチな小説ですか？エロ小説なんざ書いてねえよ。エロ小説ってけど、ムキになって否定するあたり怪しいな。怪しくねえよ。仕方ねえ。ジャンルはだな。ジャンルはノワールだ。ノワールとは何ですか、お姉様。さあ、私も知らないけど、セリア先生はご存知ですか？いいえ、私も初めて耳にしました。ノワールって何？美晴お姉ちゃん。私たちがいた世界にある暗黒小説って言われるジャンルのことかな、確か。私も読んだことはないジャンルだけど、悪い人が主人公になって裏社会のことを描くとか。へえ、かなり難しそうなジャンルですけど。なんだよ、信用しないってのか？実際俺が書いていたロリババアのジャンルはハーレムグルメものなわけだが、ここは何としても暗黒小説を書いていたと貫き通す。いいえ、ただ悪人が主人公で裏社会を物語の舞台にした作品とか書けるんですか？坂田さんは裏社会のことなんて知らないですよね。失礼な女だ、本当に。かつ千両ここに極まれりだぜ。哀れなほどにな。坂田さんのその言葉も大概失礼だと思いますけど。お前がアホなことを抜かすからだ。お前は日本に存在するファンタジー小説の作者はみんな異世界に行ったことがあると思っているのか？そうは思っていないですけど。いいか、異世界に行ったことがなくてもファンタジー小説は書ける。恋愛をしたことがなくても恋愛小説は書ける。童貞でもエロ小説は書ける。そんな作者は5万といる。それが小説、いやあらゆる創作に通じる常識と言ってもいい。だからエロ小説ってまあそうですね、確かに。確かにじゃねえよ。劇のことだってそうだ。誰がハルトの野郎を演じるのかは知らねえが、そいつはハルトに会ったことはねえ。だがハルトになりきってハルト天川という役を演じる、そういうもんだ。で小説を書く行為も根っこでは同じだ。その通りですね。わかりました。わかればいい。うまく話をそらせたぜ。
ご考説を拝聴することができました。これほどの創作論をお持ちなのです。ひろあき様がアドバイザーとしてふさわしいのはご納得いただけたかと思います。ひろあき様、すごく楽しそうでした。そうね。いいからさっさと話を進めてくれよ。せっかくこの俺が足を運んでやったんだからな。はい。というわけで劇で描く候補としているハルト様の逸話がいくつかございますので、その時々の様子を皆様に伺っていこうと思います。早速ですが始めるとしましょうか。